また手を出してしまいました。どうもマエストロガレージです。近頃はロードノイズの低減をネタに動画を作っていたんですが、一応のところ一段落したんで、いよいよこの企画を復活させていこうと思います。それではスタートします。グッドサウンドを探せのシーズン2です。以前のシーズンでは、規制前の爆音書き元の音量を自作のインナーサイレンサーを使って適度に消音させながら、グッドなサウンドとフィーリングを追い求めて、いろいろ探求して楽しんでいたんですが、いいよ。なんかいいかもって言うだけで、いまいちデータとしてしっくりくるパフォーマンスを残せていなかったんですよね。そこで、今度のシーズン2では、車検対応のふん詰まりマフラーのこのすごい絞りを拡大してパフォーマンスアップを目指していく予定なんですが、ただ漠然と見た目だけで口径をアップしてしまうと、スッカスカな音だけスポーツマフラーを作ってしまうってことになってしまうんですよね。じゃあ今回どうするかっていうと、こんな感じで排気抵抗を測定しながら少しずつステップを踏んで口径を拡大していって、フィーリング重視の大人のスポーツマフラーを目指していきたいと思います。はい、黒猫さんが映ってますが、運んできてくれたのは佐川急便です。新しい動画ネタを入手しました。まずはシーズン2の生贄の紹介です。あくまでも実験用なので、ヤフオクにて格安中古マフラーを購入しました。はい、これ、なんだかわかりますよね。おそらく、これブリッツのニュルスペックだと思うんだけども、そうですよね。ブリッツのニュルスペックだと思います。どうでしょう？程度は、うずら汚れてますけど、程度はまあまあなんじゃないですか？中のグラスウールのエイジング具合が素晴らしいです。中のグラスウールみたいなのカサカサしてますね。これまた証拠りもなく磨いて再生していきます。中を覗いてみると、まずはサビ落としから、いつもの場所でパパッとやっちゃいます。じゃあまたこのサビサビを磨いていきましょう。はい、超高速で磨き終わりました。新品同様とまではいかないですけども、実験用としての見栄えはまあまあ良くなったと思います。これを今回試してみたいと思います。被験者は2003年式の BITS RS ターボ。平成11年騒音規制車なので、今よりも色々緩い時代の車です。今装着しているマフラーは当時物のセブリング。もちろん車検対応です。こちらも比較用にデータを取っていきますので、まずは外しちゃいます。それでは基礎になるデータ取りをしていきたいと思います。用意したのはこちらのマフラー。純正、ブリッツ、セブリング。今日はこの3種類でテストしてみたいと思います。はい、それじゃあこちらへどうぞ。はい、じゃあまず重さ測ってみましょう。純正。はい、重さは 5.1kg。純正は 5.1kg です。はい、続いてセブリング。お、めっちゃ重いですね。 7.1kg。 7.1kg です。セブリングは 7.1kg。 そしてブリッツ 3.4kg ですね。ブリッツは 3.4kg。 サイレンサーの体積の違いが重さの違いのようですね。次に測定するのは排気抵抗の値。今回これが一番知りたかったんですよね。はい、測定環境はこんな感じ。普通の塩ビパイプに圧力の取り出し口をつけました。あとちょっと口径の調整をしてます。こう入れて、圧力をここから取り出して、制圧を取るんで微差圧計のプラス側に接続します。で、こっち側オープンなんですけど、一応バランスを取るために、同じぐらいの長さのビニールチューブを差し込んでおきます。これで大気圧を拾って、こちら側でこの中の圧力を拾います。そしてこのブロワー。ちなみにこのブロワーってこのくらい馬力があります。よいしょ、接続して、これで測定環境が完了です。マフラーの抵抗で上がったここのパイプの中の圧力をこの微差圧計で測定します。今回は、プラスのプレッシャー、制圧なので、PSI っていう単位で測定します。まあ特に根拠はないんですけどね。このブロワーの風量がどのくらいあるかっていうと、ちょっと試しにスイッチ入れてみましょうか。映像ではちょっと伝わりづらいですけど、まあまあの勢いがあります。
実際の排気の感じとしては、雰囲気的には3000回転とか4000回転ぐらいの時の風量だと思います。まずはノーマルマフラーの中身を覗いてみましょう。なんか奥に隔壁が見えますね。パンチングの隔壁が見えます。その手前にもパンチングパイプが入ってるんですかね。ズバリ共鳴構造ですね。ノーマルマフラーを出口から覗いた状態です。それじゃあノーマルマフラー測定してみましょうか。じゃあスイッチオン。リサーチ系で測定された数値は 0.19 から最大でも 0.2psi。これが純正マフラーの値です。次に測定するのはオーストリアの有名スポーツマフラーメーカーセブリング、当時物です。続いてセブリング、見えますかね。ずっと奥まで続いてますけども、これもストレートパイプじゃありません。構造的にはよくわからんですが、中を覗くとパイプが奥まで行って U ターンしているように見えます。こちら当時物のスポーツマフラーとは言ってもしっかり E マークが入っていて、現在の平成22年規制にも対応してますので、その音量は純正マフラー同等かそれ以下のものになります。そんなこのセブリングのマフラー、実際のドライブフィールとしては純正マフラーに比較してトルクが高回転まできっちり伸びていく印象です。はい、スイッチオン。そんなセブリングの排気抵抗値はどんなもんでしょうか。さすが老舗のマフラーメーカー、桁が一つ違いますね。純正マフラー以上の消音性能でこれだけ低い抵抗値っていうのもすごいですね。何か特別なノウハウが詰まってるんですかね。こりゃすごいな。こりゃ力出るわけだ。さて、ヨーロッパの老舗マフラーメーカーの実力を見せつけられたところで、日本のスポーツマフラーメーカーはどうでしょうか。続いてブリッツ。奥まではストレートなんですけど、見てください、この絞り。この絞り見てください。なんすかこれ。これため息しか出ませんね。今度はブリッツの車検対応の砲弾マフラー。とりあえず吊るしの状態を測定します。ジョーン。出てきた数値は 0.1 前半。あんなにすごい絞りが入っていても純正マフラーよりは若干低い抵抗値が出ました。ということはですよ、この過剰に細いと思っている絞り系でもノーマルエンジンにはこの程度で十分だということになるみたいですね。でもそれって車検に対応するための音量に抑えるための妥協点ですよね。なので当マエストロガレージとしてはもう少し音量と口径のギリギリのバランス点を探っていきたいと思います。以前柿本純正のインナーサイレンサーを改造して可変タイプのインナーサイレンサーって作ったんですけど、その時に柿本のインナーサイレンサーを切断した時のパイプです。柿本でも細いんだよね。この時の残骸と見比べると、これほぼ多分このパイプと同じ大きさですよね。見た感じこのパイプと同じ太さに見えます。実際に測ってみます。何パイなんでしょうね。内径で 29.3 パイ。対してこのインナーサイレンサー36、ちょうど36ぴったりぐらいですね。でこの中の絞りがこのパイプと同じぐらいなんで、今日はこれに、なんていうんですか、中の絞りを置き換えて試してみたいと思います。音量もね、これ全部取っちゃうと多分超爆音になっちゃうんで、僕もいい加減大人になってきたんで、ちょっとだけ口径を大きくします。それでエアフローを試してみたいと思います。唐突な展開ですが、今日中に車にマフラーを戻していきたいので急いで作業します。さてこれ一応80ファイよ、実測77ファイなんですけど、ぴったりですかね。ぴったりすぎてぴったりすぎてこれ以上入らない。ちょっとなんですね、ぴったりすぎですね。これちょっと外周 0.5 ミリぐらい削ってきます。薄いんですけど、まあ 0.5 ぐらいだったら大丈夫でしょう。ちょっと削ってきます。はい、ちょいのちょいと。
はい、今合わなかったんで外周少し削り落としてきました。ついでにここら辺のバリもちょっとひどかったんで取ってきました。どうでしょうかね。お、まだきついか。まだきついかな。お、入った入った。ぴったりすぎこれ。見て。ぴったりすぎ。ね、いいでしょ、このくらいぴったりな方が。はい、これはもうとりあえずバッチリですね。抜けない。抜ける。抜けた抜けた。よいしょ。ぴったりすぎですね。まあいいでしょう。これを今日はぶち込んでいきます、ここに。次に、この中にこれを入れるには、この邪魔になるこの絞り、これを切り取っていきましょう。挿入するパイプ系と同じサイズにカットします。この 37mm の Amazon で買った 37mm のホルソーで開けます。なんでこれ Amazon で買ったっていうと、これ僕の仕事じゃ 37mm なんて使わないんですよね。なもんで Amazon でわざわざ買いました。まあこれ安いんですよ。もうどうせ一発でダメになったら、ステンレスだから結構ね、いいの使っても一発でダメになっちゃうんですよね。これでやっていきたいと思います。どうせセンタードリルなんかつけたってセンター届くのかな。ギリギリ届く。センタードリルつけてもセンターないんで、これでいきます。何もなしでいきます。さあ、これ切れるんかな、Amazon のやつ。これやってみましょう。さあ、ちょっと中覗いてみましょうか。お、結構切れてるかもしれない。結構すぐ切れちゃうかもしれませんね。じゃあちょっと切ってみましょう。極力まっすぐでいきます。ほい、開きました。さて、あれを取り出さなきゃいけないんですけど、どうやって取り出そうかな。絶対あれ素直に出てきませんよね。バリがバリバリですからね。まあいいや。またこのままちょっと少し進めます。ここからギューターで2時間ぐらい格闘しました。見えます？というわけで取り外しました。というわけでこのパイプ取り出しました。いやーでもこれ大変でした。これ取り出すの大変でした。これ 37mm のホルソーを使ったんですけど、こっち 38mm なんですね、外径が。で、これ 37mm のホルソーを使ったんですけど、なんで細くしたかっていうと、このホルソーってこう軟削材の場合こう結構ブレる気がして、1ミリぐらいだったら小さめにしようかと思ってこれを購入して開けたんですね。で、そしたら、いや実は全然ブレなくて、ぴったり37で開いちゃいまして、いや1ミリ広げるの大変でした、穴を。で、見比べてみると、これ以前柿本のインナーサイレンサー切り離したものなんですけど、ほら見てください。今切ったやつ。そう、全く同じ。全く同じなんですよ。これは細いですよね。これまた実際の内径が何ミリ ?29 ミリ。29ミリです。これじゃあね。というわけでこの汎用のインナーサイレンサー、これに交換します。この取り付けの穴をちょっと開けないといけないんで、また穴開け加工します。二重になってるとこはちょっと避けたいんで、ここにしましょう。ここ。問題なし、奥まで入ると。よし、ここに開けますね。よし、じゃあ、ポンチで。いいよ。ここに開けます。よし。ちょっとバリを取っちゃいましょうか。よし、OK、バリ取りました。よし、じゃあ拭いて、インナーサイレンサーを押し込んじゃいましょう。思いのほか穴の拡大にちょっと時間かかっちゃったんで、夕方になっちゃいました。こっちでいいんだね。こっちかな。どっちも入る。一応こうしましょう。じゃあ
圧に。じゃあ入れちゃいます。一応穴の位置を合わせて、ここでいきます。よし。はい、じゃあ入れちゃいますね。最後の確認。穴はずれてなさそうな。ずれてる？大丈夫そうだね。よし、じゃあ入れちゃいます。よし、この辺。OK。はい、というわけでこういうふうに入れました。はい、じゃあこれ留めビスを入れましょう。平成22年規制以前の車両なので、ビス止めのインナーサイレンサーでもグレーゾーンで OK です。なんかまあいい適当なのがなかったんで、とりあえずこれでいいか。もうちょっと短いビスの方がいいですね。OK。いいでしょう。はい、こんな感じの収まりです。じゃあこれテストしてみましょう。実際に装着する前に数字を出してみましょう。というわけで測定環境が整いました。じゃあ測定してみましょう。まずは電源オン。それではどうでしょうか。スイッチオン。絞りの内径を 29mm から 36mm にアップしました。7mm の直径アップで数値は半分になりました。純正マフラーの数値と比較して中低速のドライバビリティを考えると、この辺りの数値が妥当かもしれませんね。この数値変化がドライブフィールやサウンドにどんな影響をもたらすのか非常に楽しみなんですが、その結果は次回以降レポートしていきたいと思います。さて、動画内では夕闇が迫ってきてますが、翌日は朝から雨予報なので急いで装着しちゃいます。接続のクランプは新品を用意しました。実際に装着して気づいたんですが、出口が結構奥に引っ込んでますよね。これも車検対応のための一つのハードルですよね。出口をカール形状にしない限り、バンパーからは出せないんですよね。ちとかっこ悪いな。それでは、とりあえずのサウンドをどうぞ。元々のブリッツサウンドは知りませんが、静かすぎずうるさすぎず、音質的にもまあまあな感じになったと思います。それではお願いです。この動画の続きをご覧になりたいと思った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆様の反応がモチベーションになっています。よろしくどうぞ。